バーチャファイターが今まで辿ってきた経緯、そのイノベーションを毎回技術的にも新しいことをやっていくっていうところが今までちゃんと達成されないと新しいプロジェクトっていうのは動かないっていうところで、何度もトライしては断念していたっていうような経緯があったと思います。でその中で長いブランクも空いてしまったので、ここが本当にバーチャファイターを復活できる最後のチャンスだなと思って企画の立ち上げ時に関わっていたメンバーっていうのは本当にいろんなアイデアを絞って出していったっていうのはありました。山田プロデューサーを中心にしてですね、新しいコンセプト、バーチャファイターの本来の持つ良さ、リアリティだったりとか、そういった良さっていうのを今の技術で再構築して、でさらに龍が如くスタジオで作るからには本当にナラティブの強さだったりとか、でそのバーチャファイターがもともと弱みとしていたキャラクター性の薄さだったりとか、そういったところを龍が如くスタジオの強みでちゃんと補っていくっていうことがニューバーチャファイタープロジェクトのオリジナリティになるんじゃないかと、そういったところで企画を考えていったっていうのが最初でした。でその時に僕らアーティストの方からは、じゃあそれを何かビジュアル化しようという形で作ったのが開発前のコンセプトムービーっていうものになります。その開発前のコンセプトムービーの中にはニューバーチャファイタープロジェクトが目指すリアリティだったりとか、技術的な新しい挑戦、特にモーションの部分だったりとか、そういったイノベーティブな部分っていうのを、一部ですけど詰め込んで会社の一定の理解を得られたんじゃないかなと思ってます。もう本当に一番最初に見たのはバーチャファイター1がアーケードで出た時だったと思うんですけど、いきなりすごくシンプルなカクカクしたキャラクターがめちゃくちゃリアルな動きでアクションしていくっていうゲームを目にして、なんだこれっていう、あんまり見たことない異質な感覚みたいなのがあったのを覚えてますね。でそれは結構衝撃的で、自分の中でも目を引いたっていうのはすごく強い印象が残ってます。実際にはちょっとプレイの料金も高かったので、若い頃の自分だとあんまりプレイする機会っていうのはなかったんですけど、セガに入社することになって、その時 AM2 っていう部署に所属になったんですけれども、開発の筐体が会社の中にあったんです。でそれを実際にプレイして、で会社の先輩方からいろいろ教わりながらプレイしていく中で、めちゃくちゃテンポの良さだったりとか、瞬間的に次の行動を自分で考えながらやっていくとか、そういった奥深さみたいなところでこのゲームの面白さにはまっていったみたいなのはあったと思います。でその後開発もいくつか携わることもあったんですけど、そんなプロジェクトに関われたっていうのは今考えるとすごい大きな貴重な経験だったなと考えています。もともとバーチャファイターっていうのはモーションにはすごい定評のあるタイトルだったと思うんですけれども、で今回もやっぱりそこの強みを生かしていこうとは考えてます。なので重みだったり痛みみたいなのを感じるようなモーションっていうのは、ベースにちゃんと踏襲していこうと考えてるんですけど、それとは別で今回は画一的なガードモーションとか、そういったもんじゃなくて、ちゃんと流れるような攻防というか、そういったところを今の技術で作れないか試せないかっていうのは我々のチャレンジの一つだと思ってます。なのでティザーの中でも一部お見せできてると思うんですけど、相手の攻撃に合わせたガードモーションが再生されたりとか、それ以外にもいろんな表現力を上げる試みっていうのはすごくトライしている状況ですね。本物らしさみたいなところはすごく気をつけてます。で実際にはモーションキャプチャーにも本当の競技者というか、憲法であればその憲法家の方とか、中国憲法の実際の指導されている方でしたり、
ボクシングだったりとかそのキックボクシングだったりとか、そういった現代格闘技でもプロの方とかに指導を受けながらキャプチャーをしてでゲームの方に落とし込んでいくっていうのは今回は結構取り組んでいるポイントだったりします。もともとバーチャファイターってすごく格闘技の流派をそのままビジュアル化したようなキャラクターデザインが多かったんですけど、今回はその龍が如くスタジオの強みでもあるそのナラティブの部分っていうところで、設定だったりキャラクター性、そのバックボーンにあるそのキャラクター自体のストーリーみたいなところをすごく重要視してまして、でそこを再構築しているという状況です。なのでそれを生かしてそのキャラクターの見た目に本作に登場するリアリティ、納得のいくようなデザイン、あとは設定を感じさせるようなデザインっていうのはすごく今回重要視しています。具体的な年数とかっていうのはちょっとお伝えできないかなとは思ってるんですけど、やっぱり前作からはある程度の期間っていうのが経っている感じにはなりますね。ある程度年月が経ってその既存のキャラクターっていうのはすごく見た目としては成熟していたり、本当それぞれいろいろな人生を送ってきて今回の本作のデザインに変わる。でその変化しているところにこれまでの間の年月だったりとか、そういったところを感じていただけるとありがたいかなと思ってます。いろんなものからインスピレーションを受けたりはするんですけど、映画だったりとか、アニメだったり漫画だったり小説だったりとかっていう、いろんなコンテンツからっていうのももちろんありますし、もちろんゲームも研究としていろんなタイトルを触ったりはしたりはしますね。ただやっぱりグラフィックとしてのインスピレーションはやっぱり映画だったり、本当に CM とか本当街を歩いてて見かけたものだったりとか、そういったものから着想を得たりとかすることは多いです。若い頃というか、幼い頃からその10代の前半ぐらいの時はファン風映画っていうのが流行ってましたし、僕もすごく見ていて影響を受けたっていうのは本当にあると思います。テンポだったりとか、そのかっこいい動きだったりとか、そういったアクションにはすごく目を引かれてたっていうのはあるんですけど、多分それって今って形を変えて本当にハリウッドの映画とかにでも当時のままの武教的な映画ではなかったとしても、現代劇としてそのカンフーアクションとかが取り入れられてたりで、あとはそれに加えて新しいアクションみたいなところも結構入ってきてたりするので、それはその生かし方としてすごくかっこいいなと思いますし、自分も参考にしたいなというのはありますね。もちろん映画を見るときはその映画自体が面白さというか、本当に感情が動かされる感じとかっていうのは普通にニュートラルに見たりはするんですけど、それ以外でちょっと職業病的な見方にはなっちゃうんですけど、映画を見てそのカメラワークだったりとかライティングだったりとか、そういった一個一個の要素を見たりすることもあるんですけど、やっぱり映画の中で時々このいきなりすごい引きのショットが入ってて、なんでこのショット入れたんだろうみたいな。でその時にクリエイター側の意図というか作家さんの意図というか、その技術的なものなのか、もしくはキャラクターの感情表現を出すためのショットだったりとか、あとは先のストーリーの暗喩だったりとか、もしくは他のタイトルへのオマージュだったりとか、答え合わせはできないんですけど勝手に想像して、でそれを自分の中でこういうことを自分も試してみたいなっていうところは結構気にして見ているっていうのはありますね。結構メンバーも若いメンバーも本当にベテランのメンバーもチームの中にはいますので、その中で良かったものとか最近見て面白かったものみたいなのはすごいお互いに情報交換するような感じにはしているので、本当にやっぱり自分にない価値観だったりとかいいものっていうのはその中には結構あったりするので、それはなるべく吸収していきたいなというふうに思って見ている感じです。
バーチャファイター全体としてのチームとしてはもういろんな意見が出てたりはするんですけど、僕が一緒にやってる特にグラフィックアートのチームの話をさせていただくと、本当キャラクターのデザインしたりとか、もう本当に街の設定をどうしていくか、背景のデザインをどうしていくかっていうところに対しても本当みんないろんな意見を出してくれてるので、非常にポジティブですし、もともと本当バーチャファイターを作ってたようなベテランからプレイしたこともないような若い世代の人たちっていうのも大勢チームにはいるので、それぞれの観点からいろいろな意見を出してるっていうのはすごく本当自分も刺激を受けますし、プロジェクトにとってもすごくいいものになるんじゃないかなというのは感じてます。でやっぱりどんな状況でも本当にアイデア出し続けて、いいもの作っていこうっていうマインドがチームの中にはあるので、それに関しては本当に助けられてますし、本当チームメンバーを誇りに思ってます。もともとのバーチャファイターシリーズが持つその要素としては、やっぱりイノベーションっていうのはすごく強かったかなという印象です。今までバーチャファイターを本当に楽しんでいただいてたファンの皆さんにも、もしくは待っていただいてたファンの皆様もそうですし、全くバーチャファイターをプレイしたことのない若い方にも興味を持って触ってもらえるようなタイトルにするっていうのが非常に大きな目標だとは思ってます。でそのためにはやっぱり今までのバーチャファイターにないものもどんどん取り込んでいかなきゃいけないですし、その結果格闘ゲームの枠を超えたタイトルにしていくっていうのが大きな目標だと思ってます。